昨日は更新がなかったですよ。ね、で、そのエフェクターが届いたんで、ご機嫌になっちゃって、その前々日ぐらいに、清志郎さん、YouTube に上がってた清志郎さんの音玉って僕がプレゼントした T シャツを着てるのがふんだんに映ってる秋の十字架のレコーディング風景なんかも出ている、あれがありましてね。それをずっとあれだ、見てたんで、なんでその話してんの？で、ね、ギター関連のものが欲しいなと思って、メルカリで余ってたお金があったんで、それで買って、さ、ディストーションがなかなかいい感じでね、調子こいて、それで配信を始めたら、気がついたら、まあちょっと試しに1時間ぐらいやればいいかなと思ってやってたんですけど、気がついたらもう3時間4時間やってまして、ね、調子こいてカバーをいっぱいやっておりましたけども、そしたらもう朝のもう6時ですわ。もう今5時44分ですけど、普段だったらこの辺に起きて原線ラジオを撮ってねやってるんですけども、まあこれからね一回寝て撮ってってなるとめんどくさいねってめんどくさいが一番あれですよ、敵ですよ、敵ね。なんでじゃあもうついでにここで撮っちゃって、で後で切り出そうと思いまして、今やっておりますがね、見ましたですわ。なんでだ、昨日は別に本当はね、最愛を見て話したかったんですが、まだ見ておりません。なんで、そうだな、螺旋の迷宮も見てないな。そうだな、この辺で上がってるやつは、ね、あれ、見てないのをね、話したってしょうがないんで、見たやつ言いましょう。今日はあれです。M1 の3回戦のネタ、ギャオですね、ギャオ。ギャオあれ、ギャオがあれへんわ。FOD じゃん、ギャオね。M1 の3回戦のネタが、これ、全部上がってんの？何組あったんだっけ？これ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、数数えてるだけの時間です。91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、100組 ?100 組か。これね、僕は全部見たんですよ、マジで。
見たっていう。どんだけお前時間あんだって気が、今思ったらするんですけど、つけっぱなしでね、いろいろ作業してて、だから、ネタの入りで、あれ、こいつらオチどんなやったっけっていうのも、まあ、たくさんありますけども、100組全部見て、印象に残ってるやつ行きましょうか。ちょっと待ってね。3時40分だから、もうあれだね。もう10分ぐらい経っちゃう。いや、どうしよう。印象に残ったのはね、3人組の、ボル塾じゃないですよ。男の3人組。これ。三日月ヶ浜。これね、ネタの内容は、言っちゃってもいいかな。まあ、見てるでしょ。僕のところ見るような人なんて、これ全部目を通してるような人だと思いますから、言っちゃいますけども、ツッコミ、真ん中の彼がね、ツッコミなんですけど、同じツッコミしかしないっていうパターンなんですね。空手。俺が言ってんのは空手だから、それ何々やないかい。それ野球やないか。空手。俺が言ってんのは空手。空手教えてくれよ。っていう、違う。だから、俺が言ってんのは空手っていう、空手、俺が言ってんのは空手だけでね、延々突っ込むんですけど、左右の二人が、こう違うスポーツをね、まあ最初はスポーツなんですけど、だんだん後半飛んでくるんですけど、それをボケて、延々と空手やない。俺が言ってんの空手っていうだけのネタなんですけども、これ僕はハマっちゃいましてね、これ非常に面白かったですよ。三日月ヶ浜。ね。この3組も面白かったです。3組って1組ね。トリオ。うん。衝撃デリバー。だからね、サムネを見てね、なんとなくネタを覚えてるところはやっぱり印象的だったんだなって思いますけど、ね、デニスとか、そうですね。トム・ブラウンもやっぱ面白かったね。まあ名前が出てるところは面白いのは当然なんであまり触れませんが、僕が知らなくて、面白かったなって思っちゃったのは、あと、BKB のコンビ、下の方でしたっけ？ね、すごいですよ。目でね、なんか、ビジュアルで覚えるからね、わかるんですよね。これはもう面白かった。シャウト。うん。面白かったですよ。ネタの内容ちょっと覚えてないですけど。このコンビもね、おしんこ Q もね、好きです。僕は好きです。うん。ネタは覚えてないけど、声が高かったんじゃなかったかな。ゼスト。覚えてないなアンヌイね。アンヌイ。コンビ名面白い。このね、ラランドの衣装が面白くてネタが全く入ってこなかったんですよ。だから衣装もこれちょっと問題。衣装で言うたら思い出したマッハスピード剛速球の坂巻くんが衣装をどっかに忘れちゃってね、どっか行方不明だってツイートしてましたんで、白いスーツ見かけた方は、ちょうど僕もこれを見た直後だったんでね、非常になんだと思って見ておりましたけども、フランスピアノ俺見たかな？印象がないだけなんだな。だって全部見たんだから俺。言っちゃなんだが。ダンビラムーチョ。素敵じゃないか。これもなんかネタ覚えてないけど、面白かった印象あるな。山下ピンクね。で、ユニットで言ったら、紺野ブルマと、何でしたのコンビ、ここも面白かったな。これ。ラパルフェ。これも、ね、わら、ね、なんで、ドラゴン桜の、ね、セリフ何にも覚えてないですけど、面白かったですよ。何でしたドラゴン桜の、この人が、安倍ジョージじゃないや。それは塀の中の起こりない面々。安倍ジョージじゃなくて、全然出てこない。安倍が強すぎて、言葉が聞こえないっていうボケでしたけど、面白かったですよ。ね。
ね、ゲオでこれ全部見れますんで、僕みたいな暇な人は、陣内くんが休止してる間にね、お前はネタを作っとけっていう、あれなんですけど、ネタも作らずゲオをずっと見てたっていうね、こっから何かあるだろうと思って見てたんですけどね、あ、これ、ね、ブルファー吉岡ね、面白かったですね。うん。ね、これ見てください。これは本当に面白かったです。世相を切ってたし、ね、好きでした。雷もなんかちょっとだったな。ブリッジ。アルコ&ピースも面白かったです。これ、ニュークレープどうだったかな。あんま覚えがないな。印象がないんだろう。マッハスピード。この衣装がね、行方不明です。ニューヨークも面白かったです。だから名前が分かってるところは、面白いのは置いといて。うん。ボーイフレンドとか。新作のハーモニカもね、好きですよ。うん。バカよね。バカよはね、新藤くんのゴミラジオやってるじゃないですか。あれで、こう、ね、結構言う割にはそうなんだって思っちゃうところがあるんで、いい意味でも悪い意味でもねっていうのはあるなと思って見てて、ネタがどうこうじゃなくてね、そう思っちゃうなって、まあそこまで誰も見てないでしょうけどもね、四千頭身ね、今夜も星が綺麗ですかね。印象に残ったのは本当の3人です。ランジャタイはね、もう本当に面白いですね。好きです。ですかね。ですね。まあ本当に、七曲りのつかみはめっちゃ良かったね。よかった。ネタの中身も本当に面白かったです。ですね。ダニエルズ。ですか。そんなとこですわ。これちょっと覚えてないんで後で見よう。これ一発ギャグのあれだよね。人だよね。全員が。猫に鈴。あと、あれだわ。これ、見てもらえればわかるんですけども、カポエラかぶりが2組あったっていうのがちょっと、面白かったんで、ぜひね、皆さんも、ギャオでね、これ見れますんで、誰のネタがカポエラで被ってんだっていうのもありますから、ご覧になっていただければなと思いました。そんなとこですか。はい。あれ、音が鳴らない。これ入れなかった俺。遅っ。コント M1。コントじゃねえっつって。漫才だっつってね。そんな感じで今日は、ギャオ、ね。M1 の、3回戦。100組もね、これ、見れちゃいますから、3分なんで、基本3分なんで、本当に、テンポよく100組だから300分ってこと、そんなに俺見てたんだ。改めて見るとびっくりしちゃうね。どんだけ見てたんだって。ご覧になっていただく、まあ気になるところをね、かいつまんで見てもらえればいいかなと思いました。あとね、チャンネル登録、あと70人ですけどね。まあ、増えたところでっていう問題はあるんで、別に、気にはしてるんですけど、気にはしてませんというかね、募集はしてないね。募りましたが募集はしてないみたいな、そんな感じで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。